正弘のうまいのなんのうまいのなんの正弘です。今回は、寿司水上をご紹介したいと思います。寿司水上の水上さんは数寄屋橋二郎の出身であります。数寄屋橋二郎といっても実は入った時は銀座のお店なんですけども、すぐに六本木ヒルズのお店が、立ち上げることになりまして、次男坊の高橋さんについて六本木の数寄屋橋二郎の直系の支店に入って、そこで一生懸命基礎をもう一度やり直して、それで独立されたのがなんと英国大使館の真裏にあたります一番町という。どうしてこの場所を選ばれたのって言ったら、やっぱり名前が一番町っていうのがいいねって水上さんおっしゃってますが、寿司屋のロケーションとしてはこんなに品のいい場所はないかなというふうなところなんですが、その二郎さんのいいところをきちんとまずは酢飯で受け継いでます。酢がきちんと効いてる。で上に乗っける、基本的なマグロの赤身にしても小旗にしてもアナゴにしてもほとんどまっとうに受け継いでるかなと思うんですが、カツオの炙りもそうですし、他のものもそうなんですが、ちょっと二郎さんとも違うし他とも違うなっていうのが貝なんですね。実を言うと握りの江戸前の中では最も古いのがハマグリなんですけども、その後アワビですとかいろんな貝が出てきて、ミル貝が出てくるわ、赤貝は出てくるわでだんだんそれが少なくなってくると、なんか一生懸命新しい貝を使ってホッキ貝ですとか、新しい貝がどんどん出てきてるんですが、この貝の扱い方については絶妙な技を持ってらっしゃるなと思うんで、その辺を中心に酢飯との相性なんかも伺ってまいりました。どうぞお聞きください。うまいのなんの。美味しくいただきました。寿司の水上さんに伺っています。よろしくお願いします。なんか改まってだと変ですよね。またこんな風におしゃべりするのも初めてだと思うんですけども、水上さんは数寄屋橋二郎の出身なんですけども、初め銀座の方に入られたところをほんの短い時間だったですけど、僕知ってまして、その後高橋さんが六本木ヒルズに出るっていうんで、もうそのまま行かれて、ここで独立されたんですけど、二郎さんの前にはお寿司はどっかで勉強されてたの？関東に来て一番最初に入ったのは川崎の寿司稲葉という、本当に巻き寿司ですね。そうですか。それを二郎で勉強し直そうっていうか、二郎に入ろうと思ったいきさつは？もちろん修行中その名前は知ってましたので、寿司屋で知らない人はいないと思うんですけど、一流と呼ばれるところ行ってみたいなっていうのはおぼろげにあったんですけど、その時付き合ってた妻が行きたいんだったら頼んでみたらいいんじゃないって言って背中を押してくれたので、思い切ってじゃあそうすると今ここの水上さんで出されてる握りのベースはやっぱり二郎さんから学んだものっていうのが、おこがましいですけど、もうやっぱりベースはそうだと思います。で僕も食べてみて、目つぶって食べても分かるなと思う一つが酢飯、職人用語で言うとシャリなんですけども、やっぱりそこが一番なんか共通しているところの原点かなと思うんですが、水上さん本人はどうですか？やっぱり米酢の甘みの少ない酸味の効いたシャリが大好きなので、固めに炊いてるシャリです。それは踏襲しているつもりでおります。
今日本全体お寿司屋さん、僕も札幌から、博多、宮崎まで食べてても、はい、シャリが全然インパクトがない。なんかちょっとお酢が効いてるかなぐらいの酢飯で、だからご飯に飽きちゃうんですよね。でもやっぱり水上さんでいただいてると、やっぱり食べてるうちにもっと食べたいなってなってくるのは、シャリの力かなと思うんですけど。おっしゃる通り、僕らも食べてて食べ疲れしない、お腹いっぱいでもまだ食べれるシャリを目指して作ってますね。やっぱりそれがお客様にきちんと受け入れられないとそうですけど、ね、やっぱりここはもう自分たちが美味しいと思うものを信じて作るしかできないからお客さんに合わせることはちょっとやっぱり難しいです、でその酢飯を決めるっていうのがとても大事ですけど、上のお魚、つまり寿司種ってすごくバラエティーに富んでるんじゃないですか。そうですね。白身もあれば、赤身もあるし、光り物って言われるのもあれば、で酸っぱい小肌みたくきちんと締めてるのもあれば、穴子みたく甘いのもある、そのどれにも合うような酢飯って結構難しいですよね。そうですね。でもやっぱり一番最初に決めたのがシャリなので、それに合わせてネタを仕込むようにしてます。いいこと聞いた。選ぶ魚もおのずと決まってきますし、中にはお魚に合わせてシャリをいくつも用意するってお店があるらしい。逆の方のお店ももちろんありますけど、僕らの考えとしてはもうシャリありきで。シャリありき。そうですね。そうすると酢がある程度きちんと効いてたら小肌だってある程度しっかり締める。そうですね。穴子なんかもしっかり甘くないとそうなんですよ。逆にうまくないですよね。だからメリハリをきっちりつける。メリハリをつける。で二郎さんに僕は何回も聞いてて、二郎さん自分で握ってるお寿司で何が一番好きですか。本当に僕はそんなこと聞けないんで、一緒にご案内した台湾のお客さんが聞いたんですよ。そうしたらもういけない小肌って。だから3つ選べっつったら赤身のマグロと小肌と穴子。でも2つって言ったら赤身と小肌。1つって言われたら、別に考えるまでもなく小肌って言われた。そうなんですね。あんまり聞いたことないでしょ、そんなこと。聞けないもんね。僕だって聞けないんだけど、たまたま聞いたらそういう答えだったんで、やっぱり小肌っていうのが二郎さんのお寿司の原点の中にあるんだなと思うんですよね。水上さんのとこもちゃんとそういうところ、その3つの赤身のマグロと小肌と穴子はとても大事な寿司なんじゃないですか。でその中でバイプレイヤーに思われるような貝がとてもやっぱりユニークな存在だと思うの、ご本人はどう思ってるんですか。自分の寿司種の中で。そうです。王道のネタはもう修行中でしっかり教わったので、自分の店持ったらやっぱり貝類をいろいろ扱いたいなっていうのがあったんですよ。そう。ただやっぱり生だけではなんか面白みに欠けるので、いろんな工夫をしながら。本人が貝好きなんですか。貝好きではないですけど、うまく加工した貝が好きなんです。生そのままっていうのはあんまり得意じゃなくて、で昔から江戸前っていうと、夏はアワビ、で寒くなるとハマグリって昔もう50年以上前から決まってたので、もう今季節関係なく、いろんな場所から来るから、そうですね、ハマグリだってね1年中あるようなもんじゃないですか。でもそれ以外に東京昔食べてたのは赤貝とミル貝ぐらいだったのが、たちまちのうちにその赤貝が少なくなってくる、ミル貝が高くなってくる、他の貝がある中で、ホッキ貝ですとか、いろいろ出てきますよね。でそういうのをうまく出そうかなと思ってらっしゃる。うちの酢飯に合うように加工した貝を使いたかった。だから生で出すんじゃなくて。そうですね。で僕びっくりしたのはホッキ貝がちょっと炙られて出てくると、貝ってこんなに甘いかなっていう、それはもうご自身が気づかれてたからこれでやろうかな。そうですね。炙りはずっとやりたかったことですし、でホッキ貝は市場の方からも炙ると美味しいよっていうのを聞いてたので、市場の旦那のから。試しでやってみたんですね。そしたら自分たちだって美味しかったので、そのまま出してたんですけど、マスルさんがオープン当初最初来てくださった時も、いや僕はほんの手伝いでやっぱりきっかけっていうか、それを出してみようっていう度胸、勇気、それが一番大事なんで、僕は食べた方の感想をちょこっと言ったでもなかなか感想って言いにくいですよね。美味しいは言えるけど、だから僕らが感じる炙るっていうのはちょっと焦げ目をつけて出そうっていうので最初出してたんですけどね、ある時アドバイスいただいて炙ると焦げるは違うって言われたので、みんなで本当試行錯誤して考えて、やっぱり食べ比べてみると確かに違うんですけど、焦げてると
焦げの苦みが残るんですけど、焦げてるっていうより苦みが邪魔するんですよね。でその焦げないように炙ると本当にもうストレートにホッキ貝の甘みが感じられて、口の中にも残るようになったので、これだなっていうので。それが僕が感想を言った1週間後にはもう変えましたね。変わってんでびっくりしたんですけど、みんなで本当にやりました。うちは一斗缶をくり抜いてガス台に乗せて、それでもう原始的にそれで焼くんですよ。機械とか何もないので、その高さをちょっとずつみんなで切りながら、やりながら理想的なところの高さにして、今はもうちゃんと焦げない炙り方っていうのをそうすると別に水上さんが見張ってなくても誰でもちゃんとみんなできるようになってます。はい。そうするとやっぱり主役って言ったら変なんですけど、江戸前っていうと、みんな本当にね、小肌を食べる、赤身を食べる、子を食べるとそうだなと思うんだけど、本当にそういうところでアクセントじゃないんだけど、昔だったらアワビか、ハマグリだったら、本当に貝がね、それ以外にも鳥貝が夏になる前ぐらいだったらあるじゃないですか。ものすごくこうアクセントがついて流れができて美味しいなと思うんで、なかなかね、貝の美味しさに気がついてる寿司職人の方ってそんなに多くないかなと思ってて、嬉しいです。やっぱりご自身が興味ないとなかなかそういうところいかないですかね。確かに美味しいもの好きでいうと多分僕はトップクラスだから技術はさておき好きでいうと多分。でも僕がご案内したほらアメリカのお客さんでも、中国のお客さんでも食べて美味しいって言われますもんね。もう嬉しいです。だからこれは世界共通だなと思ってるんで、でもそれでも何でも酢飯っていうのが、一番大事なところにあって、だからみんなが江戸前って簡単に言うんだけど、本当に基本の江戸前ができてるお店ってそんなに日本中あるわけじゃないと思うんですが、やっぱり江戸前っていうのは頭の中でいつも隅っこの方にあります。もうそれは常に毎日考えますね。そこからは外れないように、その看板上げて、もう修行中に叩き込まれてるのもありますけど、いやもう本当にこの水上さんに限らず、二郎さんのところの酢飯に慣れた人は他で食べると物足りないなってきっと思うんで、これは絶対守り抜いて、これからも美味しいお寿司を握ってください。ありがとう。頑張ります。ありがとうございました。うまいのなんの美味しくいただきました。水上さんのところで貝をいただくと、ほんのりこう炙ってあるっていう感じのお寿司を外国の人なんかも食べるとびっくりするんですね。お寿司ってみんな冷たいものかなって思ってらっしゃってて、でうまいと言って、しかも貝に、ちょっと炙ったりなんかすると甘みが十分に出てきて、そこら辺が絶妙の技かなと思うんですけど、江戸前がこういう風にしていろいろ進化していくんだな、水上さんで私感動したのがこの貝のお寿司でした。